こんにちは、ギタリストの鈴木健二です。今のシンセの音、全部このギターで弾いてるんですよ。今日紹介するのはジャムスティックコアというミディギターなんですけど、ミディギターって何っていう方もいると思うので、今日はこの一本で何ができるのか実際にやってみようと思います。特に面白いと思ったのは大きく2つあって、1つはギターの弾き方のままいろんな楽器の音を演奏したり録音できること。もう一つはギターを弾くだけでタブ譜が作れること。この2つの中心にお見せしていきます。見た目はこういう感じで、ピックアップはハンバッカーが1個、ボリュームが1つ。ここまではワンボリュームワンピックアップのエレキギターと同じです。エレキの音も出せます。違うのがこのヘキサフォニックピックアップですね。6本の弦それぞれの振動を個別に拾って、それをギターの中に入っているプロセッサーでミディデータに変換してくれます。接続は USB-C ケーブル1本だけ。これをパソコンにつなぐだけで電源もこれで賄えるし、ミディの信号もこれ1本で送れます。セットアップも比較的簡単で、 USB-C でパソコンにつないだら、あとは DAW 側でミディキーボードを追加することと同じ要領で設定するだけ。この手軽さはかなりいいです。で、このジャムスティックコアには専用のソフトウェアがついてきます。ジャムスティッククリエイターって言うんですけど、これが、いわゆるエディターと音源を兼ねてるんですよね。音色も結構入ってて、ピアノ、ストリングス、シンセ系、ベースなど基本的なものは一通り揃ってます。もちろん他社の VST や au プラグインも鳴らせるんですけども、多くのソフトシンセは MIDI 鍵盤に最適化されているので、 MIDI ギターだとちょっと弾きにくいケースもあるんですよ。音色にもよるんですけどね。なのでまずは付属のこの専用ソフトから始めるのがおすすめです。この音源はジャムスティック用に最適化されているので、比較的スムーズに弾くことができるんです。で、今日この後実演しますけども、このクリエイターの音源を中心に使っていきます。早速鳴らしてみましょう。いくつかの音色で弾いてみます。こんな感じでギターの弾き方でいろんな音が出せるんですね。これだけでも結構面白いです。で、さらにここで面白いのが、ギター特有のニュアンスがちゃんと反映されるんですよ。例えばビブラートをかけるとか、こういう揺れがそのままミディデータとして送られるので、鍵盤で打ち込むのとは違う表情が出ますよね。
これは MPE という規格に対応しているおかげで、弦ごとに独立したピッチベンドのデータが送れるんですよ。だからチョーキングしても他の弦の音には影響しない。これは一般的なミディ鍵盤ではできないことなんです。次は、実際に曲の中で使ってみます。ちょっと簡単に作ってみた曲なんですけど、このリズムトラックに合わせて、ベースの音色、ピアノの音色を順番に弾いてみます。こんな感じで、キーボードが苦手なギタリストでも、自分の手癖のまま、いろんなパートを入れられるっていうのは、制作ツールの一つとして面白く使えるんじゃないかと思います。あとやっぱり、ギターのコードのボイシングのまま、シンセの音を鳴らすだけでも、結構それはそれでちょっとユニークな響きになるんですよね。もう一つ便利なのが、タブ譜の作成ですね。今ギタープロっていうソフトを使うんですが、ジャムスティックの MIDI 出力をギタープロで受けると、弦ごとに MIDI が分かれているので、弦の情報がちゃんと入ります。これが鍵盤の MIDI だと、いわゆるただの音程情報しかないので、タブ譜に変換すると、ポジションがめちゃくちゃになっちゃうんですよね。これやったことある方分かるかと思うんですけども、ジャムスティックだと弾いたポジションがそのまま反映されるので、ちゃんと意図した通りのタブ譜になるんですよ。ここもやっぱ慣れは必要なんですけど、これはね、僕自身ね、これから活用していきたいなと思いました。例えばオリジナル曲のスコアを作りたい人とか、レッスンされている方が教材を作る時なんかには、これだけでも結構助かるんじゃないかなと思います。はい。というわけで、ジャムスティックコアいかがだったでしょうか。キーボードが苦手なギタリストで、DAW で打ち込みをしている方には、本当に一つの新しいアイデアが出せるツールだと思います。ギターの弾き方のままいろんな楽器が入力できるっていうのは、制作の方は確実に変わってきますよね。あとやっぱりタブ譜を自分で作りたい方にもおすすめです。ギタープロなんかの、専用のソフトと組み合わせれば、弦のポジション情報も正確に入るので、手入力するより多分楽なんじゃないですかね。このジャムスティックコア、日本での取り扱いはサウンドハウスさんです。価格やバリエーションなんかも含め、概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はチェックしてみてください。はい。というわけで、最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは、ギター機材の使い方を中心に分かりやすく正しく伝えられるよう動画を作っています。参考になったら、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。また、僕のオンラインサロン、スズラボでは、オリジナルのキャプチャーデータや機材の深掘りなど、ここでは出しきれない内容もやっています。興味のある方は概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。